おはようございます。僕は今博多ベイサイドプレイスに来ています。今回はこの場所から行くことができる玄界灘に浮かぶ小さな島、玄界島に行っていきたいと思います。早速切符を買いに行きます。玄界島、往復発見中です。少々お待ちください。ただいまより玄界島行きの改札を始めます。本日はようこそ市営バスへのご利用くださいましてありがとうございます。運行中止になったグリーンビートルがありますね。1回ぐらい乗ってみたかったな。この日は穏やかな天気だったんですが、鹿の島を越えたあたりから波が強くなって玄界灘の荒々しさを肌で感じました。船に乗っている時間は短いんですが、思った以上に揺れたので、船酔いしやすい人は酔い止めの薬を持っておくといいと思います。玄界島に上陸しました。天気も良くて素晴らしいです。早速島内を巡っていこうと思います。ここが玄界島のフェリーの待合所ですね。トイレとかはここで利用できますね。帰りのチケットとかもここで買うことができます。降りたらすぐに早速猫ちゃんに遭遇しました。どうした？ちょっと待ってね。ここが猫ちゃんのニャンズカフェ。ニャルズコーヒーのガチャガチャがあるので、それをせっかくなのでやってみます。あ、これ入ってるよね。できた？はい。ちょっと待ってね。ちょっと待って。分かった。はい。仲良くしてくださいね。はい。すごいな。かわいいな。仲良くね。仲良くしてくれ、仲良く。寒そうだね。さて、猫ちゃんたちと遊んだので島を巡っていきます。これが玄界島のマップですね。玄界島は福岡市西区にある島です。博多ふ頭からフェリーで35分で行くことができます。島民の数はおよそ350人。島の周囲は 4.4 キロで、歩けば1時間程度で一周することができる小さな島です。島の主な産業は漁業。アジやイカ、マダイなど様々な魚が釣れることで釣りのスポットとしても人気です。そんな玄界島が全国に知れ渡るようになった出来事が2005年の福岡西方沖地震です。震源に近かった玄界島では家屋のほとんどが倒壊する甚大な被害を受け、島民全員が避難を余儀なくされました。一方で地元の復興委員会を中心に市や県が協働し、島民たちの結束も働いてわずか3年で復興を果たしました。お椀型の山を中心に島のほとんどは斜面になっていて、南の漁港エリアを中心に住宅が集中しています。震災前は石積みの上に集落が密集していましたが、復興後は道路が整備されてニュータウンのような印象になっています。ご覧のように玄界島の集落は
斜面に立つ形で住宅が密集してますね。玄海島の郵便局ですね。ポストがクリスマス仕様になってます。さあ、続いてやってきたのが小高神社ですね。映像じゃ伝わらないぐらいの急な階段です。小高神社は百合若伝説に関連する神社みたいですね。小高神社は日本昔話にも語り継がれる百合若伝説にまつわる神社です。平安時代、弓の名手だった百合若丸という武将が部下に裏切られて島に置き去りにされてしまいました。彼は島で一人なんとか生き延びながら相棒の鷹緑丸に手紙を託して故郷の妻へ届けさせます。緑丸は手紙を運び届けましたが、役目を果たして力尽きてしまいます。百合若丸は緑丸の活躍によって最後には島を脱出し、部下に復讐を果たして妻と幸せに暮らしました。小高神社はそんな伝説で重要な役割を果たした緑丸を祀っています。この緑丸という名前は玄海島と博多港を結ぶフェリーの名前にも使われています。復興を果たした玄海島と百合若伝説、不屈の精神という意味でどこか重なり合うようにも感じられます。神社の上からの眺めもいいですね。玄海小高公園にやってきました。ちっちゃな遊具があって、いや、眺めが素晴らしいや。玄海島には宿泊施設はなくて、飲食店も1店舗しかないんですけど、その飲食店が冬の間は営業してないので、何か食べ物食べたい時とかは島にお弁当とかなんかパンとか持ち込んだ方がいいですね。博多港でパンを買っておいたのでパンを食べたいと思います。パンを食べてたら猫ちゃんがやってきました。そろりそろりどうした？玄海島は愛の島ほどじゃないんですけど、猫島とも言われてますね。ちょっと休んだので引き続き散策していきます。いや、でもやっぱり震災によって建て替えられたから、なんか離島とは思えないような新興住宅地のような感じになってますね。玄海島の山、遠見山、大神山への登山口があります。島を一周して、もし時間があったら登ろうかなと思います。港から住宅が階段状に出来上がってて、それぞれに道路が整備されて、どの家にも車でアクセスできるようになってます。いやー、素晴らしい景色ですね。朝起きてこの景色が見られると思うと、なかなか羨ましいですね。何玄海島でもひときわ目立つ場所にあるのが玄海島小学校ですね。崖に立つように小学校が出来上がっています。島の避難場所にもなってるんですね。玄海島は高低差が結構あるので結構大変ですね。やっぱり災害から復興したシンボルとして建てられたそうなので立派ですね。いやー、校舎がすごい綺麗です。いやー、素晴らしい景色ですね。玄海島の
高台のところにいるんですが、天気も良くて、目の前には糸島半島から能古島も見えます。で、その先に見えるのがうっすらとベイエリアのビル群が見えますね。で、その隣には鹿の島。それぞれ全部動画で上げてるので、そちらもご覧いただければ嬉しいです。今ちょうど次の時間のフェリーが入ってきましたね。こんな感じで入ってくんだ。おお、すごい急。住宅も、いわゆる一般的な住宅もあれば、こういった鉄筋コンクリートの集合住宅もありますね。以前はこの場所に荷物運搬用のモノレールがあったみたいですが、今後は使われなくなったようで、撤去されちゃったみたいですね。見たかったな。ここにモノレールのカゴがあったんでしょうね。ここからモノレールで当時は港から集落に荷物を運んでいたというわけですね。住宅地を歩いてるだけだと、ここが玄海島っていう離島っていう風には到底思えないぐらいな景色ですね。集合住宅のそのバリエーションもいろいろあって面白いですね。なんかさっき行ってきた玄海小中学校が山の上に見えます。住宅地が集まっている港のエリアは回ってきたので、今から玄海島を一周してこようと思います。島の一周がだいたい4キロ程度なので、だいたい1時間ぐらいで行けると思います。玄海島の排水処理場ですね。今目の前にいるこのラインから向こう側がもうあんまり人が住んでないエリア。さあ散歩していこう。あれ、猫ちゃん。おお、一気に離島感が出てきましたね。いいね。住宅地を抜けると一気に離島を感じるようになりました。いやでも散歩が気持ちいいですね。この辺の道が濡れてるのは多分波が想像以上に高いってことですよね。そんな感じがします。玄海灘の荒波がすごいですね。さあ変わった岩が見えてきました。ものすごい迫力です。結構波も荒々しくて、いやー楽しいな。これが観測所の跡地みたいな感じですね。いやすごいね、迫力あるね。今ちょうど半分ぐらいですかね、多分。なんかすごい断崖絶壁の山が見えてきました。大浜というところに来ました。目の前にはめちゃくちゃ迫力のある岩があります。すごい切り立ってます。かなり大きいですね。近くで見るとなんか砂が固まったような岩になってます。
柱島はなんか、ゼルダの伝説とか RPG に出てきそうな形してますね。かっこいいな。波打ち際にカモメがめちゃくちゃいるんで、多分魚がいっぱいいるんでしょうね、あそこに。ああ、魚取ってるわ。すげえ。なんかイノシシが出るって書いてあったんで、多分イノシシの捕獲罠ですかね。住宅街の方に戻ってきました。見どころもあっていい散歩になりました。離島ならではというか、ヘリポットがありますね。住宅街の方に来ると波の音も穏やかになりますね。なるほど。穂高神社のところに戻ってきました。コーヒーを買って100円お釣りが来たので、最後にまた猫ちゃんに餌あげたいと思います。ちょっと待って、こっちで食べよう。来た来た。仲良く食べてね。すぐ集まってくるね。なんて愛くるしい背中なんだ。ごちそうさまです。ありがとうございました。玄界島楽しんできました。いや、すごくいい島でしたね。震災から復興した島ということで、生活もしやすそうで、博多から30分程度でこんな美しい景色があるところに来れるなんて、なかなかいいリフレッシュになりますね。ぜひ気になった方は訪れてみてください。すごくいい島でした。ちょっと喧嘩しないでくれ。この子ちょっと活発だな。かなり好戦的な